やあ、私は GHF 作、モッド3、投稿者の代理人だよ。自転車にエンジンと変速機をつけた話をしていこうと思うよ。よろしくね。自転車にエンジンをつけると原付きになる。そしてそのためのキットが Amazon で売ってる。この存在を我々が知ったのが2018年の6月。4年半前だね。これと自転車を買って、組んで、伝送系をやって、行動に出した。動力付きの乗り物に乗るのは初めてだったから、本当に楽しかったね。この後は、タンクを変えたり、スプリンガーフォークをつけたり、またタンクを変えたり、スポークを折ったり、エンジンが焼き付いたり、フレームを折ったり。これしか動力付きの車両を持ってないので、下駄車として普段使いしてるよ。トラブルには事欠かず楽しくやってるんだけど、継続的な不満が一つあって。トルク不足。日本は山がちな地形なので、当然坂も多い。そしてこのエンジンはツースト、49cc、ピストンバルブ、混合ガソリン、キャブレター。単純で故障が少ないけど非力な組み合わせだね。これで坂に差し掛かるとどうなるか。まあ、こうなる。エンジンが失速するので、猛烈に漕がないといけない。下駄車としてはこれはまあまあ不便なんだよね。信号待ちからの加速も遅いし。変速機選定。というわけで、変速機が欲しい。エンジン付き自転車、モトライズドバイクで変速をやるとなると、一番簡単なのはこれ。ジャックシャフトキットというやつだね。エンジン動力で自転車用チェーンを回す。変速は自転車側の変速機で行う。2万円くらいでコンプリートキットが売ってる。ただこれ、自転車用の細いチェーンにエンジン動力をかけることになり、ちょっと怖いよね。あと、モペは1920年代くらいのモーターサイクルを目指していて、大体変速機をギアボックスとして外装してるんだよね。これをやりたい。そうなると、次に視野に入るのは、市販品の変速機を転用すること。ただこれもなかなかない。産業用の超高いやつくらい。芝刈り機用の変速機とかも考えたけど、入出力方向に問題がある。そんな具合で半年悩んでると、変な方向に吹っ切れるんだよね。変速機設計。変速機単体が売ってないのは、大抵エンジン内部に組み込まれてるから。じゃあ取り出してしまえばいい。幸い、バイク用の変速機は非常によくモジュール化されている。だからケースを作って、正しい位置関係で並べてやれば動くはずなんだよね。ということで、ヤフオクで株の変速機を2セット購入。1セット2000円、シフトアームとペダルがそれぞれ1000円とかそんなだったかな。超安い。それをノギスで測ってキャドで起こしたものがこれ。ホンダエンジン触ったことある人ならわかるかな。まんまだね。で、上側にカウンターシャフトをもう1本足してやる。私はこいつをプライマルシャフトと呼ぶよ。まあ名前は必要でしょう。これでスプロケットがもう一つつくので、変速機に動力の入力と出力が可能となる。また、入力と出力の回転方向も同じになる。ギアが奇数個になるからね。これにケースをつければ、はい、変速機。ギアとベアリングだけで1万円くらい飛んだので、後には引けない。作っていきましょう。変速機製作。3D モデルを印刷して、3.2 ミリの鉄板に貼る。これで正確な位置関係が製図できる。シャフトを固定するために、まずはベアリングを埋め込む必要がある。ということで、ホルソーで穴を開ける。ベアリングを板面に固定するには、ベアリングハウジングというものが必要。要はベアリングの外径と全く同じ直径の穴だね。はめ込むことで固定する。普通はフライス板で金属塊を削るなどして作るんだけど、こんな設備はない。なので、内径がベアリング外径に可能な限り近い鉄パイプを買ってきて、グラインダで輪切りにして、ベアリングがちょうどはまる直径になるまでリュータで削って、ヤスリでも削って、100V の棒溶接機で溶接して、はい、これでベアリングがはまるようになったね。せっかくなので仮組みしてみようか。ちゃんと回るね。さっきの図を参照するとこう。今回してるのが追加したプライマルシャフトだね。プライマルからメインシャフトへの入力には、ここのギアを有用してるよ。このままだとギアむき出しなので、鉄板に等間隔で切り込みを入れて、曲げて。このようにして、鉄板からケースを作っていける。あとは、
シフトレバーをつけたり、ガスケットを切ったり、いろいろやって、変速機本体は完成。1ヶ月くらいかな。さて、次はこれを車両へ取り付ける必要がある。これが元の概略 CG。自転車にエンジンとタンクがついてるだけだね。これは変速機。片手で持てるとはいえ、そこそこのサイズがある。これをそのまま積もうとするとどうなるか。はい、この通り。後輪に食い込むね。これを回避するには、フレームを切断して、全長を伸ばすことでスペースを作る必要がある。こんな感じにね。当然チェーンの取り回しもこのままではいけない。変速機への入力と出力の2本を用意するよ。目指すのはこんな感じ。フレームとチェーンの干渉も避ける必要がある。ということで、フレームを切って、延長のための部材を切り出して、フレームジグなんてものはないので、段ボールに直線を引いて代用したよ。フレームが一直線上に並ぶよう調整して、溶接して、変速機を搭載した状態がこんな感じ。ギア同士の位置関係がよくわかるね。変速機に干渉したので、ペダルチェーンは下側へ迂回させたよ。変速機の製作過程はこんな感じかな。あまりダラダラ喋っててもしょうがないので、次は実車を見ていこう。細部紹介。さて、これがシフトレバー。引き代を大きくするため、レバーは長くしてあるよ。ペダル邪魔だな。レバーは後方へ伸びて、リンクボールで変速機へと接続。変速機のシフト入力部分は、下部のペダルをまんま切ったものだね。こう見ると、エンジンから変速機から車輪へチェーンが繋がってるのがわかるかな。レバーは引いてシフトアップ、押してシフトダウン。シフトをペダル式にしなかったのは、両足が常に自転車ペダルにあるからだね。シフトレバーについてる小レバーはクラッチ。握るとクラッチが切れる。主にシフトアップの際に使用するよ。エンジン側で動いてるのがクラッチアーム。自転車のブレーキと同じように、単にケーブルで繋いでるだけだね。ただ走行中に減速する際に、片手でシフトレバーを握ると危険。なので、両手をハンドルに置いてブレーキをかけられるようにしたのがこれ。自転車用のロックアウトレバーだね。ケーブルを引いた状態で固定できる。ケーブルはシフト側のものと合わせてあるので、どっちを引いてもクラッチが引かれる。これでクラッチを切った状態でロック、ブレーキ、発進に備えてシフトダウン。というのが停止時の操作の流れだね。ケーブルはワイヤークランプで2本まとめてあるだけ。ハンダや紙つぶしで固めるより整備性がいいからね。片方のワイヤーだけ交換できる。スプロケットは自転車のディスクブレーキマウントを利用して固定してるよ。純正の固定方法だとスポークを傷めるからね。おそらくこれが一番頑丈。メータ周りはこんな感じ。トリップメータと鍵だけ。シンプルだね。メータの中身には自転車用のアナログメータを使ってるよ。ガラス部分はヤマハ製のメータから有用。回転数の取り出し部分はすぐ壊れたので、スーパーカー自転車のものを有用。さらにそれを 3D プリント部品で補強して使ってるよ。これが意外に正確に速度測れるんだよね。GPS で計測してもほとんど差がなかった。フォークはスプリンガーフォーク。乗り心地はまあ、手が痺れない程度には良いよ。ブレーキは V ブレーキ。まあまあ止まる。エンジンには特に手を入れてないね。ピストンを開口してリードバルブをつけた程度。ピストンバルブからの変更だけど、正直あまり性能変化は感じなかった。チャンバーは中華チャンバーキットを切断して製作。車体下に這わせて、ステーで吊るしつつサイレンサーへ繋げてるよ。キャブレターはヤマハ PW50 の中華コピー。4種類ほど試したけどこれが一番使いやすかったね。キャブのチョークバルブはハンドル右側のレバーで操作。走りながらでも燃料をいじれる。発電機。日本の法律では、原付には保安機器が必要。要はライトとウインカーだね。あとクラクションとか。どれも電力をそれなりに食うものだ。一応このエンジンには発電能力があるけど、電装品を全部動かそうとすると足りない。というか、発電コイルがマグネトを兼ねてるから、エンジンかからなくなるんだよね。ということで、これ。マグネトカバーを新造して、12V 発電機を取り付けたよ。動力伝達はベルト。過電圧を防ぐため、下部用のレクチファイアを応用して 14V に制限。バッテリーはこの缶の中。ウインカー。デイライトとハイビーム。
ブレーキランプとナンバー灯、反射板。ホーン。通電時のエンジンオフと、一通りの保安機器を揃えてあるよ。変速機実演。せっかくだから発進手順を紹介しておこうか。まずニュートラルに入れて漕ぎ出し。速度が乗ったら2速に入れ、クラッチオン。これでエンジンが回転して点火する。要は押しがけだね。速度が乗ったら3速へ。タコメータはないので耳と速度で回転数を見ましょう。カーブ前ではクラッチをロックして、適当に2速に落とす。カーブを惰性で曲がり、抜けたら速度を見つつ回転数を合わせてクラッチオン。やろうと思えばキックスタートもできる。まずは2速に入れる。で、前輪に体重をかけつつ、こう。これをやるために、わざわざセンタースタンドで後輪が浮くように設計したよ。エンジンテストの時とか、走らせなくても指導できると楽だからね。正直、こいつは速くないし安くもない。信頼性もない。全部の外出が片道切符になりうる。5キロ押して帰ったことも1度や2度じゃない。ただ、自分の作ったものに乗って走れるというのは本当に楽しいんだよね。自分で組んだエンジンやギアボックスが動くというのは、ものすごい喜びがある。見ての通り、変速機製作は一段落したわけだけど、これで完成じゃない。今はガーターフォークを作ることを考えてるよ。スプリンガーは乗り心地が悪いからね。制作の進捗は、毎月月末20時に投稿する、月間 GHF で報告するつもり。なので興味がある人はチャンネル登録と、通知オンにしておくとお得だよ。あと、YouTube スーパーサンクスによる寄付も受け付けています。モペを走らすのに必要なネジ止め剤とか買ったりしているよ。200円とか放り込んでくれると嬉しい。ということで、喋ることもなくなったので、私はおいとましようかな。質問があればコメント欄に書いといてね。答えたり答えなかったりする。そいでは。